このチャンネルでは以前フェアライト社という企業の歴史について一本の動画を出しました。地下室での創業から始まりまして、わずか 0.2 秒の音が歴史を変え、やがて大衆化のドラマへと飲み込まれていった歴史ですね。はい。私の記憶でも非常に泥臭い始まりでした。そうですね。今回の探求ではその物語の中心にいた機材、フェアライト CMI に僕たちが迫っていきます。なぜこの機械がこれほどまでに愛おしい存在として愛され同時に嫌われたのか。本題に入る前にこのチャンネルの登録と高評価をぜひお願いします。機材の内部構造やトップアーティストたちの狂気的なディテールへと徹底的に深掘りしていくとしましょう。はい。でもこの機材の最大の武器であるサンプリング機能は最初から輝かしい成功を収めたわけではなく、現場で起きたある意味で喜劇のような事故から始まったんですよね。当初開発チームのピーター・ボーゲルとキム・ライリーは本物の生楽器の音をデジタルで完璧に再現しようと試みていました。なるほど。しかしある時ポール・マッカートニーとのセッションで一つの事件が起きます。彼らはトロンボーンの生演奏をシステムに取り込み、つまりサンプリングしてそれをキーボード上で和音で弾くことを試したんです。そこでポール・マッカートニーも納得するような極上なハーモニーが鳴り響くはずだったんですよね。そのはずでした。ところが実際に音を出してみると、ブイーというまるで壊れた掃除機のようなバズ音になってしまったと。これ一体どうしてそんな不自然な音になってしまったんでしょうか？その理由は当時のサンプリングの物理的なメカニズムにあります。当時のシステムには現代のように音の長さを保ったまま音程だけをきれいに上げ下げするような高度な計算アルゴリズムはありませんでした。つまり今の技術とは根本的に違うわけですね。はい。つまり高い音を出そうとすると、録音したテープの早送りのように再生速度そのものを物理的に速めるしかなかったんです。なるほど。カセットテープを早送りした時のキュルキュルした音ですね。そうです。しかもそれを和音で弾くということは、不自然に早送りされた音と引き伸ばされた音が同時に重なり合うことを意味します。管楽器の持つ複雑な空気の震えや響きを当時の少ないメモリー容量と処理速度で完全に模倣するなど土台不可能な話だったんですよ。でもここからが本当に面白いところなんです。はい。なぜこの掃除機の悲劇とも言える失敗が音楽革命につながったんでしょうか？ここで興味深いのは、彼らがこの大失敗を単なるエラーとしてゴミ箱に捨てなかったことです。この掃除機のような音を聞いた瞬間、彼らは生楽器の完全なシミュレーションなど時間の無駄だという劇的なパラダイムシフトを迎えます。なるほど。目的そのものを変えてしまったと。はい。既存の楽器を精密に再現するという幻想を捨てたことで、逆に世界そのものを楽器にするという全く新しい次元が開かれました。ガラスが砕け散る音、車のエンジン音、鳥の鳴き声、咳払い。日常のあらゆるノイズから不要な部分を無くように抽出して、それを鍵盤に並べて演奏する。つまり騒音の芸術。そういうことです。テクノロジーの限界とエラーが全く新しい表現方法を強制的に生み出した瞬間でした。僕としてはこの転換こそが電子音楽の歴史における最大のブレイクスルーの一つだと考えています。完璧なシミュレーションを諦めざるを得なかった背景には当時の技術の壁があったわけですが、そもそもこのフェアライト CMI という化け物機材、内部構造は一体どうなっていたんでしょうか？一言で言えば、まともに動かない未完成の鉄の塊を無理やり楽器に仕立て上げたような構造ですね。リアルタイムで音声をデジタル処理し、さらに画面表示も行うためには膨大な計算能力が必要でした。はい。しかし、当時の8ビット CPU 単体では到底処理しきれません。そこで彼らは2つのプロセッサーを並列に積むという当時としては常識外れの設計を採用したんです。ちょっと待ってください。2つのプロセッサーですか？1979年ですよね。1979年です。一つのプロセッサーが重たいオーディオデータの計算につきっきりになり、もう一つのプロセッサーがキーボードや画面などのシステム全体がフリーズしないように必死に支えるという状態です。それはかなり綱渡りな設計ですね。案の定、システム間の同期は極めて不安定でした。開発者たちは終わりのない徹夜のデバッグ作業を強いられ、ハッカー的な泥臭い力技でどうにか音楽を奏でる機械へとまとめ上げていったんです。なるほど。その執念の果てに、1979年、初代フェアライト CMI シリーズ1が産声を上げました。洗練された未来の楽器というよりは、文字通り開発者たちの血と汗が染み込んだ不器用な鉄の塊だったわけですね。本当に。
しかし面白いことに、その洗練されていない荒削りな回路構成こそが、結果的に他に類を見ない独自の音色と圧倒的な存在感を生み出しました。独自の音色ですか？はい。綺麗に静音された現代のクリアなデジタル音とは違い、低いビットレートによる電気的な荒さや不完全さを含んだその太く分厚い音が、結果としてアーティストたちを強く魅了することになったんです。なるほど。でも、ここで一つ疑問が湧きます。システムは不安定で、しかも価格は当時の家が一軒買えるほど、若いミュージシャンが質屋に通い詰めても到底手が出ないようなものです。莫大な金額でしたね。それなのになぜピーター・ガブリエルやケイト・ブッシュといった一流アーティストたちはこの荒削りな機材に真っ先に飛びついたのでしょうか？その答えはユーザーインターフェースの革命にあります。実は CMI が登場する前後にもサンプラー自体は存在していました。例えばハリー・メンデルが開発したコンピューターミュージックメロディアンや後に登場するエミュレーターなどですね。はい。他の機種もあったわけですね。しかしメロディアンはコンピューターのキーボードから難解な数式やテキストコマンドを打ち込んで音を指定する完全に科学者のシステムでした。音楽を作るというよりプログラミングをしている感覚ですね。当時の外部機器、例えば ARP2600 のようなアナログシンセサイザーを CB ゲートという電気信号で制御できたとしても、それはどういう状態だったんでしょうか？ CB ゲートというのは電圧の高低で音程を決め、パルス信号で音の長さを制御する仕組みです。つまり、直接鍵盤に触れて感情を込めて弾くのではなく、機械に対してこういう動作をしろという指示を数値的に入力するという感覚に近かったんです。数式や電圧で音楽を組み立てるというわけですか？音を出すたびに長時間のコマンド入力が必要なシステムでは、直感的な作曲やましてやライブツアーに持ち出すことなど論外でしたから。はい。一方、CMI のインターフェースは画期的でした。彼らは緑色の光を放つ CRT モニター、つまりブラウン管の画面を採用し、そこにライトペンというペン型の入力デバイスを直接押し当てるシステムを作ったんです。画面に直接ペンで触れるんですか？はい。冷たい数式の羅列ではなく、波形という音の形を直接触って操作できるような、まさに血の通ったインターフェースだったのですね。CMI の本質的な革命とは、プロセッサーが2つあるといった機材のスペックではないことがわかります。サンプラーという最先端テクノロジーを白衣を着た科学者の手から情熱を持った音楽家の手へと奪い返したことにあるんです。音楽家の手への奪還ですか？はい。頭で計算するのではなく、直感的に触れて音を作れる。だからこそ、最前線のアーティストたちの制作現場に真の楽器として迎え入れられたんです。僕もこの設計思想の転換には非常に感銘を受けます。この直感的に触れる楽器としての性質は、大家の場で大きな衝撃をもたらす一方で、音楽業界の旧体制には深刻なパニックを引き起こしました。象徴的なのは、ジャズの巨匠ハービー・ハンコックのエピソードですよね。非常に有名なお話ですね。彼は、なんと1983年に教育番組セサミストリートのスタジオに持ち込みました。あの映像は素晴らしいですよね。ハービーは子供たちの前で彼らの声をその場でマイクからサンプリングし、鍵盤を使って瞬く間にメロディを奏でてみせました。テクノロジーが人間の創造性をいかに拡張するかを示す本当に素晴らしい瞬間でした。はい。しかしその一方で、ボタン一つでオーケストラが鳴る魔法の箱の登場にプロのミュージシャンたちは震え上がりました。オーストラリアの音楽協会は、我々の仕事が機械に奪われると危惧し、なんと CMI が置かれているスタジオでの労働をボイコットするストライキを起こしたんですよね。既存の産業が新しいテクノロジーに直面した時の典型的な反応と言えますね。ここで開発者のボーゲルが取った行動が最高に面白いんです。組合がストライキを起こしたと聞いて、彼は組合に電話をかけ、入会申込書を取り寄せました。はい。そしてそれを20枚ほどコピーして、名前の欄にフェアライト1、フェアライト2、フェアライト3と機械の名前を勝手に書き込んで送りつけたんです。これ見事な煽りですよね。インターネットがない時代の完全にネット民のトロール行動です。そうですね。しかもその後組合から彼らに返事が来ることは一切なく、見事に黙らせてしまったというオチまでついています。
つまりこれはどういうことなんでしょうか？単なる笑い話以上の意味がありますよね。はい。新しい技術が既存の労働構造や既得権益との間に激しい摩擦を生むというのは歴史上何度も繰り返されてきたパターンです。組合側の恐怖もプロの演奏家としての生計がかかっている以上正当な防衛本能でした。ええ、確かにそうですね。しかし、ボーゲルのようなクリエイター側の遊び心やユーモアがそうした恐怖の壁を軽やかに可視化、飛び越えていく様子を示しています。そして既存のミュージシャンが恐れたボタン一つで鳴るという機能のさらに奥深く、電子の宮殿の玉座の間には現代の音楽制作の基礎となるとんでもない革新が隠されていました。はい。現代の私たちが使っている DAW、つまりデジタルオーディオワークステーションと呼ばれるパソコン上の作曲ソフトの原点がここにあるんですよね。はい。1982年発表のシリーズ2後期リビジョンから搭載されたページ R という機能ですね。これは文字通り音楽制作の歴史を塗り替えるほど楽器的でした。ページ R？ 具体的に画面上ではどんな風に動いていたんですか？当時のミュージシャンは通常メトロノームの音に合わせて感覚で楽器を演奏しテープに録音していました。しかしページ R では緑色のモニター画面上にマス目が表示され、入力した音たちが左から右へと定然と更新していく様子を視覚的に見ることができました。ライトペンを使ってこのマス目にスネアドラムの音を置くというように視覚的にリズムを正確なグリッドに揃え、ブロック遊びのように音楽を構築することができたんです。音楽という目に見えない時間の流れを画面上の物理的な空間に変換してしまったわけですね。この機能に誰よりも熱狂したのがピーター・ガブリエルです。彼はこの機材が愛おしいあまり、なんとイギリスでの販売代理店サイコシステムズを設立してしまいました。彼の情熱と売り込みにより CMI は海を渡って世界中のトップスタジオへ普及していきました。結果として80年代の音楽シーンはこの CMI のサウンドによって爽やかに彩られ、特有の大衆性を獲得していくことになります。オーナーバ・ロンリーハートや Welcome to the Pleasure Dome など、皆さんも絶対に聞いたことがあるはずの派手なサウンドです。その通りです。さらにガブリエルから機材を紹介されたケイト・ブッシュの存在も忘れてはなりません。彼女は名曲バブーシカのラストで鳴り響くドラマティックにガラスが砕け散る音などを CMI で構築し、単なる物珍しい効果音ではなく自らの音楽的言語へと完全に昇華させました。素晴らしいですね。欧米のポップスが次々にこの新しいサウンドで彩られていく中、海を越えたここ日本ではこの魔法の箱はどのように受け入れられたのでしょうか。日本における CMI の需要も非常に工学的でかつ人間臭い歴史を持っています。日本にいち早くこの機材を導入した人がミュージシャンの安西文隆でした。彼は1982年にこの機材を購入したのですが、非常に興味深い行動をとります。興味深い行動ですか。はい。周囲にはその存在を完全に隠して、自身の内部スタジオの中だけで密かに使い始めたのです。そしてその後、アレンジャーの船山元騎士が、より実践的なアプローチでこの機材を解剖します。解剖ですか。彼は CMI 特有の薄い高音と爆発的な中低音の音圧という工学的な癖を最大限に生かして、大ヒット曲において極めて派手なサウンドを演出したのです。そして日本の音楽史において決して忘れてはならないアプローチを見せたのが坂本龍一の1984年のアルバム「音楽図鑑」です。名盤ですね。彼のアプローチは CMI の持つ工学的な限界そのものを見事に芸術へと昇華させていました。彼の使用方法は非常に独特で、サンプリングを模倣ではなく再構築の手段として使っています。レプリカという楽曲ではタイプライターの打鍵音をサンプリングし、それをパーカッシブなビートとして構築しました。そうですね。楽器を真似るためではなく、初期シリーズが持つ8ビット特有のプラスチックのような人工的でチープな音という質感を積極的に取り入れている点です。彼はそれを機械的な音楽を作るために活用しました。この8ビットの粗さはオーディオ工学的には単なる解像度の低さであり、原音からの劣化でしかありません。ええ。しかし8ビット
つまり音の大きさをたった256段階でしか表現できないことによる塊のような存在感を与えていたのです。滑らかな曲線ではなく、ギザギザのブロックのような音波になるわけですね。そうです。その粗い輪郭がかえってミックスの中で異物としての強い存在感を放つ。その通りです。しかし、ここで非常に興味深い歴史の分岐点が存在するんです。分岐点と言いますと、同じ時代に同じテクノロジーを前にして全く正反対の態度を取った日本の巨匠がいたんですよ。シンセサイザーの第一人者である富田勲氏です。富田勲氏。彼は極めて冷やかな視線を送っていたそうですね。ええ、そうなんです。それは非常に興味深いです。シンセサイザーのパイオニアである彼が、なぜこれほど革新的なデジタル機材を受け入れなかったのでしょうか。新しいテクノロジーそのものを拒絶したわけではないですよね。全く違います。富田氏はデジタル技術やサンプリングそのものを否定したわけではないんです。では何に対して異議を？彼が異議を唱えたのは、この機材が既存のオーケストラの音の安易な代用量として使われる風潮に対してだったんです。ああ、なるほど。彼にとってシンセサイザーとは想像力に従って全く新しい音をゼロから合成するためのものという強い信念がありました。ゼロから合成する。はい。自然界に存在する音を録音して再生するだけの行為は、彼が追求していた何もない真空から全く新しい波形を数理的に設計するという工学的な電子音楽の哲学とは根本的に相入れなかったんです。彼にとっての電子音楽は現実の模倣ではなくて、全く新しい宇宙の創造だったんですね。だからこそサンプリングによる既存の音の切り張りには意義を感じなかった。そういうことになりますね。そして宮殿の内部でそうした哲学の工作が起きている間、外部からはこの絶対的な王権に対して牙を剥くように真っ向から直接対決を挑んだもう一つの王が存在しました。はい。アメリカのニューイングランドデジタル社が開発したシンクラビアですね。もう一つの王。これもまた80年代の音楽シーンにおけるもう一つの伝説的な名前ですね。この2つの機材の頂上決戦は単なるスペック競争ではなく、テクノロジーの進化におけるイデオロギーの衝突でもありました。イデオロギーの衝突。CMI が8ビットの荒々しさをある種の強みとしていたのに対し、シンクラビアは16ビットの圧倒的な高音質と精密な計算で対抗したのです。つまり、先ほどおっしゃっていた256段階の粗い解像度に対して、16ビットのシンクラビアは65万5036段階という桁違いの滑らかさを持っていたわけですね。その通りです。この天文学的な解像度を実現するため、シンクラビアはフルセットで揃えれば1億円を超えるという狂気ともいえる極上のウルトラハイエンドマシーンとしての産声を上げました。1億円超え。個人のアーティストが買えるレベルをはるかに超えていますね。そうですね。そしてこの大流行の時代、独自のサウンドを追求していたフィル・コリンズの動向は、この頂上決戦における非常に興味深い脚注となっています。フィル・コリンズですね。彼は1985年のアルバム「No Jacket Required」のライナーノーツにわざわざ「There is no Fairlight on this record」、つまりこのレコードにフェアライトは一切使用していないと表記しました。非常に興味深い行動ですよね。まさに CMI の音が世界中のポップスを侵食し始めた大流行のピークでしたから、へそ曲がりの彼は一種のアンチ宣言をしたわけです。はい。しかし、特定の機材の不在をわざわざ宣言すること自体が、当時の音楽業界における CMI の影響力の異常な大きさを逆説的に証明してしまっています。さらに僕が注目したいのは、その後に続く皮肉な結末です。フィル・コリンズが使った別のサンプラー機材の中には、誰かがフェアライトからサンプリングした音色がちゃっかり入っていたという、まことしやかな逸話が残っています。シンクラビアとの1億円規模のハイエンドな頂上決戦が繰り広げられ、世界中のポップスを支配した CMI ですが、この強大な王に本当の致命傷を与えたのは別の要因でしたね。ライバル企業の圧倒的なスペックでも、アーティストの反発でもありませんでした。もっと静かで不可逆的な社会の変化、つまりサンプラーの民主化です。そもそも CMI は誰にも真似できない自分だけの特別な音を武器に君臨していました。はい。その象徴ともいえる存在がイギリスのプロデューサートレバー・ホーンです。
彼はこの機材の性能を限界まで引き出し、複数のサンプリング音をレイヤーすることで、サンプラーによる人工的な音作りをポップミュージックのど真ん中へと押し上げていきました。彼の作り出す緻密で人工的なサウンドスケープは、まさに誰も足を踏み入れられない王の時代の頂点でしたね。そうですね。しかし、その特別な音そのものが、やがて特権ではなくなっていく。はい。フェアライト社の動画でも詳しく触れられていますが、ここで日本のアカイやアメリカのエンソニックといったメーカーが数十万円という価格帯の機材を市場に投入したのです。数十万円。1000万円を超えていたシステムからすると、劇的な価格破壊ですね。ええ。絢爛な宮殿に閉じ込まらずとも、誰もがサンプリングを楽しめる時代がついに到来したのです。この大衆化により、CMI の最大の強みであった特別な音の価値は急速に崩壊していきました。はい。あの音はもはや王族の特権から日常の道具へと変貌し、熱狂的な代理店であったサイコシステムズもついに販売を終了することになります。CMI は機械としての絶対的な優位性を完全に失ってしまったのです。特別な技術が普遍的なインフラへと変わる瞬間、最初の開拓者はその役目を終える運命にあるのです。サンプラー王朝初代の王はついに玉座から降りることになりましたが、これは決して単なる敗北ではないという見方もできますね。そうですね。CMI という機材は80年代のポップスを完全に支配し、音楽の世界ではある種やりきった状態に達していたのです。音楽機材としての役割の終焉。しかしこの機械がもたらした影響は別の分野へと拡張していきました。ええ。画面を見ながらデジタルデータを直感的に操作するという発想が映像編集など全く別の分野にも広がっていきます。はい。波形を視覚的に切り張り、時間軸の上に配置していくという現代のデジタルワークフローの基礎は CMI の時点ですでに完成していました。これは単なる楽器ではなく、人とコンピューターの関係そのものを変えた機械であったと言えますね。そして、その色褪せない宮殿の遺産についてですが、フェアライト社の思想は、その後同社のポストプロダクション機系と受け継がれていきました。そうです。現在のブラックマジックデザイン社の映像編集ソフトダヴィンチリゾルブの中に、その流れがはっきりと見られるのは本当に驚きです。不完全なテクノロジー特有の匂いや手触りは、完璧なデジタル全盛の現代においても、決して色褪せることがなく、求められ続けているのです。泥臭いデバッグから音楽家へのインターフェース奪還、そして現代のクリエイティブ環境への継承という、本当にドラマチックな人生の総括ですね。私たちは今もその 0.2 秒の遺伝子と当時の音の記憶の中で音楽を作り続けているのですね。最後に現代の私たちが当たり前のように享受している完璧で滑らかなデジタル技術も数十年後の未来にはあえてノイズを加えたくなるような愛すべき不完全な質感として解雇される日が来るのでしょうか。あなたが日常で使っているその無機質なツールにもいつか匂いが宿るのかもしれません。皆様最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。